こんにちは。わびチャンネルナビゲーターの森前でございます。今回はこの京都大徳寺、禅宗の名刹と言われるこの非公開寺院の宝宗院で開催されております原稿回展、これを前編後編に分けてご紹介させていただきます。それでは中へ進みます。こちら宝宗院の本堂、前田利家公の夫人お松の方が建立してすでに400年以上の時が経っています。普段はとっても静かな禅寺の庭です。ご住職の許可をいただいて原稿会のメンバーが特別にここで展示会を開いてすでに15年の時が経ちます。熟練となった盆栽水石の愛好家たちの世界が今まさにこの中で繰り広げられています。皆さんをぜひこの中へお誘いさせていただきます。こちらが宝宗院本堂前の宝場と言われる禅の庭です。四季砂利の向こうに広がる蓬莱の世界、現のご住職が中根金作先生の力を借りて作庭をなさったと聞いています。もともとはお松の方がご自分の送り名宝宗院の名を付けたこのお寺は、ぜひ花々で咲く庭にしてほしいというお松様の言葉通り、秘境咲き乱れる庭だったそうです。そのためにここに付けられた名前は彼岸庭、花岸庭、つまり彼岸の向こうにある花々の庭という珍しい名前が付けられています。それではこの宝宗院本堂第一室からご説明します。5月も末、紫陽花の花、青葉の緑、そして菖蒲が咲く季節となる中、この季節の飾りにはどこかみずみずしい、スッとするような、そんなものが求められます。原稿会の皆様はその点を考えながら、また盆栽や水石の究極の深さや名品の数々も含めて飾られたと聞いています。ご覧ください。一番初めに迎えるのがこのしだれもみじの細い軽やかな木。この木が爽やかな気分にさせてくれます。ご自身で小さな苗から作って30年以上と言われます。決して名木だけを楽しむのではなく、このように軽やかなもの、この季節にはとても嬉しいですね。さすが目利きの方々、使っている卓は半竹回しの五足卓、贅沢な季節の道具立てです。隣には鞍馬石のわずかに水がたまる石を祝宝先生の貴重な楕円の水盤で飾っています。青葉のもみじ、水を呼ぶ鞍馬石、まさにこの季節のお迎え版といえる飾りだと思います。対面に置かれているのは同じくこの原稿会を物語るような、以前皆様にもご紹介させていただいた心拍の美を物語る木が飾ってあります。もみじと心拍、両極の究極をお迎え版としているところは心にくいですね。正面には間もなく京都に見事な開館を予定している京都国際文化振興財団田中先生の好意ある参上出品だそうです。
岩師での名木、かの有名な国風賞4連続受賞と謳われた小泉薫先生の依頼品が今は財団の所持になっています。青葉の季節、今回は渋い銀の屏風の前に飾られました。すがすがしさをより一層にという願いを込めて、まさに原稿界の顔の玄関といえる部屋になります。それでは第2室となります。ご覧ください。入って右手にはみずみずしい水盤飾りの水石、正面から正座をしてよく見れば山々に囲まれた湖が見えます。まさにこの京都北山から仰ぐ東比叡山とその向こうの琵琶湖を思わせる石、瀬田川の石という琵琶湖に産するこの石が金曜の約150年前の水盤に見事に飾られています。姿、季節、水盤使い、まして山形を抱えているところでやや高めの職に飾っているところが目利きの見事な腕さばきですね。隣には青葉のもみじ、素晴らしい粘りの座の広がりと傷一つない柔らかい作り、小さな葉が下がり降りる姿、まさにこうもみじの青葉の美しさの究極です。添えられた小さな石も題材してありますが、そこに心の中に水を感じ取ってくれればというような姿が見とれます。対面にはまさに前輪を歌うような松の木立の林立、一つの五葉松の熱ならりが作り上げた姿です。樹齢100年を優に超えるこの木をまさに禅の寺の中の松の将来を感じるように飾ってくれました。その向こうには京都大原に近い八瀬というところに採れるすだちの山形石、これが神谷一葉の名水盤にしつらえられています。ご覧ください。対極の対角線に松にもみじ、互えた対角線に琵琶湖を思わせる山と八瀬の山々、まさに一つの部屋に物がかぶらないように美しく飾る。友人同士が隣の席を思い、対面の席を思い、一つの部屋を私の席はこうだではなく、それぞれが響き合うように飾る見事なしつらえと言えます。さてこちらは本堂最後の部屋になります。ご覧ください。この圧倒的な盆栽、大型盆栽の迫力、それでその命、生命力のみなぎる姿がこの部屋には満ち満ちています。ご覧ください。幹ほとんどをシャリと化した大型の一位の盆栽です。どのように生きればこのような姿になるのか、人間の命の歴史では想像もできぬほどの風雪の時間と思われます。これだけの小さな鉢に仕込むのには数十年の歳月がかかったでしょう。初めて展示されたと言われるこの木は見る方々を圧倒します。対面にある五葉松、北関東福島吾妻山の山麓から採取されたと言われるこの木は、半世紀以上前、名将と謳われた安倍倉吉先生が見出したものです。長く宝珠院盆栽庭園に飾られていますが、今回は
この本堂の中にしつらえました。風になびくような一本の姿、まさに東御用のある姿そのままをこの利根倉舞師の盤上に表現した作品としてとても有名な一種です。正面に鎮座する欅、圧倒的な丸感の太感、それが大地をつかむように張る粘り、これだけの大型な太感でありながら大きな傷を持たずに焼け込みもせずに作られているという、まさに奇跡の一本と言われる木です。欅の明治というのは世の中に数本ありますが、その中でも未公開のまま秘蔵された一つとして今回この宝珠院に展示されました。さて、本堂のご説明を終わり、ここからいよいよ奥へと進みます。その前にどうぞ左手の上をご覧ください。見事な楼閣が立っています。鈍湖閣、湖を飲み込む閣と書きます。金閣、銀閣、そして飛雲閣、京都四閣と言われる中、この鈍湖閣のみが非公開となっています。小堀遠州先生の作庭と言われるこの庭に立つこの鈍湖閣、ここからこの後ろに立つ書院へとご案内します。奥の書院に動く前にもう一部屋別の部屋をご案内します。別棟別の棟に建てられている新しい部屋です。この部屋は原稿界のお一人の方が左右両側を対極の世界で飾られました。片や水墨の心象の世界、片やそのままの実景実象を描く自然の世界、二つの世界の響き合いをご覧ください。床の間の飾りです。力強い、まさに中国の宋画や漢画に出るような石、大祭司という形で山水の景色を表すというよりも、さらにそれを超えた禅味すら感じる哲学的な石です。すでに数百年の歳月を人と過ごした足跡が石肌に伺えます。かけられている絵画、これは江戸中後期に描かれた皆川喜円が描いた蘭亭の図。中国の古代数奇者たち、孔子、忍者、この人たちが集って日本でいう曲水の円のように川にの流れの中で歌を読み詩を読みという豊かな生活をした場面が描かれています。脇の床には木彫のホトトギスが今まさに泣き飛び立つ姿が飾られています。上野玉水という幻と言われた大正昭和前期の木彫家が残したもので、玉水ホトトギスの傑作と言われているものです。水墨山水世界、もちろん石一つ絵画一つに何を求めたか、そこに季節を彩る木彫のホトトギス、まさに飾られた方の精神と美の深さを感じられます。対面の毛線、青線と言われる敷物に敷かれた飾りは、まさに見事な今の季節ならではの山もみじの青々とした美しさです。この緑を見ているだけでも季節の素晴らしさを感じますが、添えられた2羽の赤霊のつがいの姿は床の間と同じように上の玉水によるものです。ほとんど作品が存在しないと言われる玉水の名作が
2点この一つの部屋に飾られています。水石の山水世界、心の中の世界、そして山もみじが歌う今まさにこの時の自然を歌う世界、二つが響き合う部屋を飾られた方は見てほしいという願いを込めたそうです。はい、今回の YouTube は前編としてここまでになります。原稿回転、盆栽水石の三昧世界はまだまだ続きます。後半はこの奥手にあります近衛公がお住まいになった書院、そして一番奥深くにある茶室明雲亭落葉亭の神秘の世界へご案内します。またそれをぜひお楽しみに。もし今日の前編を見てもこれは面白いなと思ってくださった方がいたら、ぜひチャンネルの登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。後半もお楽しみに。